はい、皆さんこんにちは。よしアートチャンネルへようこそ。よしのりです。さて、このよしアートチャンネルはですね、楽しく自分のペースで絵を描いていきたい、そういう人のためのチャンネルです。画材の使い方、それから描き方、そしてさらには、役に立つさまざまなアートな情報などを皆さんにこれからお届けしていきたいなと考えています。どうかよろしくお願いします。さて、今回なんですけれどもね、これから皆さんにですね、絵が上手くなるためのコツのようなものをね、ちょっとお伝えしようかなと考えています。これから絵を描くにあたって、今から話すことをですね、ちょっと意識しながら描くだけで、みるみる上達するっていうね、そういうコツなんですけれども、さあその、コツの名前なんですけれども、アートライアングルと言います。はい、ではこれからですね、アートライアングルについてちょっと説明をしていきたいと思っております。多少長くなるかもしれませんけれどもね、ぜひ最後までお付き合いください。さて、このアートライアングルなんですけれども、芸術という意味のアート、そして三角という意味のトライアングル、これを足してアートライアングルとしましたね。そして今ここに3つ丸がありますけれども、まさにこの三角形にね並んでいますけれども、まずですね、ちょっとここで皆さんにちょっとイメージしてほしいんですけれども、A さんと B さん2人の人物いたとしますね。そして A さんはですね、比較的この絵を描くのが得意で、自分の思った通りにしっかりと絵が描けると。片や B さんっていうのは A さんと比べるとちょっとやっぱりなんか絵がね、自分の思い通りに描けない、なかなか上達しないなっていうね、いつも悩んでる、その A さんと B さん2人いたとします。そしてその A さんと B さんが、リンゴを1個ね同時に描いたとします。そうするとどういうことが起きるかというとですね、 A さんと B さんが1つのリンゴを描いた瞬間にこの世には2つのリンゴが出現します。どういうことかというとですね、つまり A さんと B さんはリンゴという同じモチーフを見てるんですけれども、実はね、見てるものが全く違うんですね。また別な言い方をしますと、 A さんというのは、リンゴを見た時にそのリンゴがどうなってるかっていうことの情報の拾い出しが非常に細やか、いろんなものを見ていける。片や B さんっていうのは A さんと比べるとちょっとそのね情報の拾い出しが荒い、もしくは見てるんだけれどもほとんどモチーフを見ていないっていうことになります。つまりこの3つの丸がありますけれども、まずここに入る1つ目のキーワード、これは見るということですね。もちろんモチーフを見て描く場合は、この見るってことがまずあるのでね、欠かせないんですけれども、具体的にちょっと画像を見ながらこの見るってことについていろいろ説明をしていきたいと思います。はい、この画像はですね、リンゴを真横から撮ったものです。光はですね、リンゴの真正面から当たってますので、一番出っ張ってる部分、一番近い部分が明るく反射して見えますよね。さあどうでしょう。このリンゴの画像を見て、このリンゴの特徴をちょっと考えてみましょうか。まず目につくのが形の部分でいうと、上の部分がちょっと平らになってますよね。ボールのように完全な球体ではないと。そしてこの一番太い部分、直径が太い部分なんですけれども、これもやや上の方に来てます。ボールですとちょうど2分の1ですけれどもね。そしてそこから下に細くなっていって、この写真だとちょっと分かりづらいんですけれども、下の方も、平らになってますよね。それから表面なんですけれども、よく見ると黄色い星のような細かい点がいくつもありますよね。これもリンゴならではの特徴なんじゃないかなというふうに思います。はい、次にこれはですね、同じリンゴを真上から写真で撮ったものなんですけれども、まず目につくのがこの中央にあるヘタですよね。そしてそのヘタがついている部分は、くぼんでます。へこんでるわけですね。そして色も
中央部分に行くに従って赤からだんだんこう緑色に変化していることもね、重要なポイントかなと思います。それから赤い部分もですね、よく見るとそのヘタのある中央部分から放射状になんか筋のようなものが見えますよね。はい。そしてその筋が見えるところなんですけれども、光の反射を見ると輪っかのように見えます。つまり一番出っ張っているところが、中央より外側になるということですね。はい、これは当然ヘタの部分がへこんでるから当然そういうふうに見えるわけです。はい、今度はリンゴを下から見てみます。これで目につくところは何かと言いますと、やはりこの中央部分でしょうかね。葉っぱのようなものが見えますよね。そしてこの葉っぱのようなものがある部分もやはりへこんでいます。それはその周りに光の反射がこのリング状にね、輪っかのようにつながっているところからね、それが分かりますよね。ちなみに右下にあるこの傷はですね、僕がリンゴを落とした時にできた傷なので、これは関係ないです。はい。それから表面、これも見ていくとですね、やはりこの中央部分に向かって赤い色がちょっとこう黄色っぽいような感じに変化しているのも分かりますよね。これがその下側から見た場合のリンゴの特徴なんじゃないでしょうかね。はい。このアートライアングルというところの見る部分をね、やってきたわけなんですけれども、実はですね、今までちょっとこう見せた中で僕がね説明してきたんですけれども、その中でもちょっと少し触れたんですけれども、リンゴを描く上でこれが結構大事なんじゃないかなというところ、ポイントがあるんですね。それをね、ちょっともう一回先ほどの画像を見ながら説明してみたいと思います。これは先ほどのね、リンゴを下から見た画像なんですけれども、この光の反射の輪の部分ね、これにちょっと注目してください。輪っかのようにこうつながってるんですけれども、よく見るとこの輪っかある形に見えてきませんか？どうでしょう？ちょっとじっくり見てください。答えを言ってしまいますけれども、この輪っかの形よく見ると五角形、五角形の形をしてますよね。どうでしょう？はい、角が5つは五角形ですよね。はい、なんかそう言われるとそんなような気がしてきませんか？はい、そうなんです。実はですね、リンゴって五角形の形をしてるんですよ。上から見た写真にちょっと切り替えてみますね。こちらはね、ちょっとやっぱりこう分かりづらいんですけれども、こちらもこの光の輪っかが五角形の形をしています。ね、じゃあなんでリンゴって五角形なんだろうかっていうことなんですけれども、答えはこれです。はい、これはリンゴの花の写真ですね。花びらの数を数えてみましょう。1、2、3、4、5枚ですね。そして、この写真の左下にこの花のつぼみがありますけれども、つぼみの部分、この花びらの付け根、根元にですね、葉っぱのようなものが見えますよね。これ萼と言います。はい、これは花びらと同じ5枚あるんですね。で、先ほどのこの下から見た写真をもう一回見てみましょうか。はい、この中央部分にあるこの葉っぱのようなもの、これが萼なんですね。萼の名残です。はい、ではまた花の方に写真を切り替えます。で、花がですね受粉するとこのリンゴと実となるんですけれども、この実のなる部分がこの萼のちょっとさらに茎側に寄ったところなんですね。はい、そこが膨れていってリンゴの実になるわけですよ。で、花びらが5枚、萼も5枚ということで、リンゴの形は、上もしくは下から見ると五角形の形になるということです。でですね、これやっぱりこのね、花の写真を見るとちっちゃいものが、受粉してどんどん大きくなってね、実になるんですけれども、この五角形の形、膨らみっていうのはまさにこの、生命力というか、リンゴがね、実になっていく過程のなんかこうすごく生き生きとした感じに
感じられませんか？ A さん B さんの話にちょっと戻ってみたいと思うんですけれども、はい、では先ほど話した A さん B さんのことをねまたちょっと考えてみましょう。で A さんはですね、情報の拾い出しが非常に細やかだとします。ですから先ほどのリンゴを見た時に A さんはあれ、よく見るとリンゴってなんか五角形の形してるなってことに気づいたとしますよね。そうすると A さんはリンゴが五角形であることを、見ているので当然その形を描きますよね。で B さんはちょっと残念ながらそのリンゴが五角形であるということに気がつかなかったとします。そうするとどうでしょう。リンゴが五角形であることが気づかないまま描きますから、当然その形は描きませんよね。ですからなんとか表面がつるっとしたリンゴを描いちゃうかもしれません。で A さんはこの五角形で膨らんでいくなんというか生命の躍動感あふれるリンゴの形を描きます。だけど B さんはその形を認識してないので、その形を描きません。さあここで出てくる2枚のデッサンを比較した場合どのように見えるかってことなんですけれども、おそらく A さんの描いたリンゴの方が非常に躍動感あふれる生き生きとしたね生々しいリンゴの形になると思うんですよ。で片や B さんの描いたリンゴっていうのはもしかしたらなんか表面がつるんとした、ちょっと例え方はあれですけれどもおもちゃのリンゴのようなそんな感じに見えるかもしれませんね。つまり見るということとても重要なことなんですね。そして見て、情報を拾い出した上で今度はこっちに、行きます。はい、今度は何かというと考える、これですね。考えるってのはどういうことかというと、その拾い出した情報の中で何を書いたらリンゴらしく見えるかってことを考えることになります。逆な言い方をするともしかしたらここは必要ないなっていう部分もあるかもしれません。絵はよく強調と単純化が必要だって言いますよね。強調っていうのはつまり、これを書いたららしく見えるんじゃないか、あるいは自分が表現したいものはこういうことだからここを真っ先に書こう、そこを強調しようっていうことですよね。で単純化っていうのは、これは書かなくていいかな、逆にこれを書くことによって自分の狙いであるとか伝えたいことが、分かりづらくなる。だったらちょっと省略してみようとか単純化して、これは書かないっていうことではないんですけれども単純化して書きます。その強弱が絵の魅力としてつながってくるわけですね。ですからまず物を見て細やかな情報を拾い出す、そしてその中で何を書いたらいいかっていうことを考える、それを書く。でこれで一つ三角形がコマにつながったんですけれども、最後またここに戻ります。これどういうことかというとですね、自分が書いた作品をもう一回見直すわけですね。これも客観的に見直すということになります。あるいは、ここまで来たからもうモチーフ見ないよってことではないです。モチーフをもう一度何回も見てください。そこでまた新たに気づくことがあるはずです、ね。そして自分でも見る。でここで、自分でも見て、ここうまくいってるなとかね、あるいはちょっとここもうちょっとこうした方がいいんじゃないかなってことを気づいたら、じゃあどう書こうかってことを考えて、あるいはモチーフを見て新たによく見たらこんなものもあるぞ、こういう形もあるぞって気がついたら、そこでまたじゃあそれをどう書こうかって考えて書く。この三角形がですね非常にうまく循環すると、実はね絵ってねあっという間に上達します。自分でも信じられないぐらいうまくなります。でおそらくですね絵を描く場合っていうのはこの描くというこの部分にのみ結構ね意識を向けていた人って多いんじゃないかと思うんですよね。さあ描こうと思った時にやっぱりどうしてもどんどん描きますよね。確かに絵って描いてなんぼっていうか描かなきゃいけないんですけれども、もう始まった瞬間にもう急いでとにかく描かなきゃって言ってモチーフを見る、考える、ここの部分をねすごくはしょったままこっちばっかりに意識を集中してしまう。だから絵がうまく描けないってことっていうパターンがね実は結構あるんじゃないかなというふうに僕は考えています。
これがねバランスよくずっとこう三角形の感じで循環すること、これが大事ですね。でこの見るということ、考えるということ、これはですね実はちょっと練習すればすぐできることです。はい、例えば僕先ほどね写真を見ていろいろ説明してきましたけれども、この動画をねご覧になった方で、なるほど確かにそう言われればそうだなと思った方いると思うんですよ。そうただ今まで自分でそれを発見しようとしなかった、見ていなかっただけなんですね。ですからそれをちょっとこう気をつけてみれば誰でもできます。ですからこれすぐねできることです。そんなに苦労しません。ただこの書くということ、これはねちょっと時間が必要かもしれません。なぜかというと、画材になれるっていうことなんですね。例えばこれからこの動画でもですね、鉛筆デッサンであったり水彩画だったり油絵だったりいろんな画材を使ってね描いていこうと考えてるんですけれども、やはりその鉛筆をどう使ったらどういう色ができるのか、ね、あるいは絵の具をこの絵の具とこの絵の具を混ぜたらこういう色になったとか、紙にこういう塗り方をしたらこういう表情ができた、これはねやっぱりちょっとこう経験していかなければわからないこともあるので、ちょっとこれは時間かかるかもしれませんね。でもこのアートライアングル、この考え方をしっかりと持って絵と向き合っていけば、すぐ上達します。このアートライアングルという名前とこの構造をしっかりと覚えて記憶に留めてください。はい、いかがでしたでしょうかね。このアートライアングルなんですけれども、繰り返しになりますけれども、なかなか絵がうまく描けない人っていうのはこの見る、考える、ここをねちょっとやっぱりこうはしょっちゃってる。で描くことにばっかり意識、そして時間をかけすぎてるっていう感じがね僕はします。ですから、もちろんトータルで考えれば描く時間が圧倒的に多いんですよ。ですけれどもこの見る、考える、ここをねもう一度しっかりとじっくりと時間をかけて、そして書くに行くとねいいんじゃないかと思います。はい、今回はねこんな感じでこのアートライアングルのね、考え方を説明して絵なんかも全然描いてないんですけれども、これからですねこのよしアートチャンネルではこのアートライアングルの考え方をもとにいろんなものを描いていきたいなと思っております。まずはデッサンでね、デッサン力を養いましょう。モチーフも、今回見せたリンゴとかそういうこう簡単なものをね、いいのでそれを、書いていくことをやっていきたいと思いますね。その際にやはりこのアートライアングル、この考え方をやはり皆さんの中でしっかりと持ってもらうことが重要なので、まずこの話をしました、ね、ということで、次回からは、道具の説明もねもちろんやっていきますけれども、実際にモチーフを見ながら描くということをやっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方をお願いします。それからわからないこと、質問、ご意見などあれば、何なりとこちらにお寄せください。そちらの方もよろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。それではさようなら。